こんにちは。こんにちは。アミリスのトッポです。メリーです。今回は、アミリスからまた新しい糸が出るということでご紹介のビデオを撮っています。はい。名前はスイングです。はい。いつも何かこう動いている動詞を糸の名前につけてるんですが、今回はスイングですね。はい。踊り系にしてみました。スイングは踊り系なの？ダンスのスイング。ブランコのスイングだと思って。持ってもいなかった。そう、まあどっちでもいいんだけど。どっちでもいいんだよね。こうだからこうなるってことでしょ。スイング。そう。一応踊りのつもりでスイングにしました。はい。ということで、何から言えばいいんでしょうか。これは何個目のオリジナル？難しいこと言ってるのマスター。何個目のパレード、ワンダーラスト、トレック、ハイク、フラッフラッター、スイング。スイングベースから作るのはそんな感じですか？そうですね。ベースから作ってるのはそれなんで、他のものは生地糸を仕入れたり、いろいろしているので、うちがゼロから開発したわけではない。そうですね。ということで、生地糸から作ったのは6番目。あ、もう6。すごいですね。スイングがどんな糸なのか、太さとかをまず紹介しましょう。はい。太さはフィンガリングです。はい。なんで作ろうと思ったんですか、この糸？トレックがすごい特徴的な伸び伸びする。トレックとハイクは、その去年の糸を作りたくて作った糸なので、まあなんか去年強いよりの去年なんですけど、去年の糸だと、まあ向いているものと向いていないものがあって、普通のウェアにはちょっとね使いづらい、まあゲージがちょっと難しかったり、取りづらいで、靴下とかそういうものにはとってもいい糸なんですけど、まあ普通のフィンガリングを作りたいなと思って作り始めたのがスイングになります。でも結果的にはそんなに普通の糸にはならなかったそうなんですよね。感じなんですけど、思ったより普通じゃなかったですね。そうなんです。そうなんです。すごい普通の糸を作ろうと思ったのに、普通のソックやんって言ってたのに、なんだか特徴的な糸がまたできてしまって、もう素材が多分この特徴に全て生きているみたいな感じなのかな。はい。スパニッシュメリノ 100% のスーパーウォッシュの糸なんですけど、スパニッシュメリノがいつもトレックとかを作っているのはオーストラリアのメリノなんですけど、とっても細くて柔らかい毛なので、コシがないんですよね。肌触りは本当に素晴らしいんですけど、細い糸を作るにはね、とってもいい糸な毛なんですけど、コシがないのでなんか弾力を出すのが難しくて、それでまあいわゆる巷によくあるソックヤンって結構ふっくらしてる糸なので、そんなようなものを作ろうと思ってスパニッシュメリノをに手を出してみたら、なんだかとってもスポンジのようなそうなんですよ。ふかふかの糸が出来上がって、でもとっても気に入ってるんですけど、なんかまた普通じゃない感じの糸長がね非常に長いんですよ。これね、100g で500ヤード 460m って本当なのかなみたいな。まあ本当なんですよね。嘘はついてないです。ライトフィンガリングっていうかヘビーレースっていうかみたいな感じの糸長なんですけど、でもまあ太さはちゃんとフィンガリングの太さが出るんですよね。あります。膨らむのかな、洗うと。若干細く見えるかもしれないんですけど、結果見上がるとね、ふっくらした糸に。だからもう見た目はフィンガリングですよ。私もフィンガリングの気持ちで作ったんですから。自分で何回もゲージ取ってフィンガリングのゲージが取れるからこれでいいっ
って思ったんですけど、なんかね、すごい糸長が長く、だからすっごい軽いんです。とにかく軽い。本当に軽いです。はい。なのでもう重いものが着られないお年頃の皆さん、すごくいいと思います。とにかく軽い。ね。だしまあスーパーウォッシュなので発色もいいし、そうなんです。メリノなんで肌触りもいいし。でオまあオーストラリアのメリノに比べるとやっぱ若干カサッと系ではあるけど、まあメリノのカサッとっていうかさっぱりというか。さっぱりしてちょっとふかっとしてる感じですよね。本当はスポンジって言ったらあれやけど、なんかすべすべっていうよりふかふかっていう。そうなんです。チクチクはしないと思います。しないと思います。はい。ですね。メリノなので。はい。ということで、蓮田さん色について言うんでしょうか、次。どうしましょう。作る。結構時間がかかったと思うんですけど、どこら辺苦労したんですかね。2年ぐらいかかったかな。トリックができてから結構すぐに2年どころじゃないんじゃない？2年どころじゃない。そうかな。最初オーストラリアのその毛でなんとか私たちが思うソックヤーンの理想形を作ろうと思うんですけど、何をしたってやっぱりコシがない感じがしまして。諦めたんです、オーストラリアを。で、何かその時点でもう何回も試作したよね。でも羊を変えるしかないんじゃないかってことでスパニッシュがあると。でスパニッシュやってみたらなんかうまくいきそうってことになったんですけど、回転数とか、よりの回転数、あと1本の太さとか、そういったものが何度やってもちょっと気に入らなかったりして、ちょっと申し訳ないけどもう1回みたいなのを繰り返し、ようやく納得がいくものができたっていう感じですね。色のラインナップを紹介しましょうか。はい、今回はいわゆる工場で染めた色と、あと定番色の手染めの色の構成でいってますね。そうですね。基本は手染めソックヤーン的な気持ち、トリックはもうソックヤーンなんですけど、そういう気持ちで、手染めの糸をいっぱい出そうかなと思って作った糸なんですけど、とはいえ、なんか鍋で染めるの大変な色っていうものがあって、例えば黒ね、黒は非常に難しい。すごくムラがない真っ黒を作るのってとっても鍋だと難しいので、こういったもの、あと赤とか、こういったものはもう染めてもらおうかなと思って作ってもらっていて、あと薄い色、グレー、ベージュ、白ですね。この辺も工場で染める定番色っていうことでまず作りました。あとは手染めの定番色も、ごめんなさい、ちょっとここに並んでるのが、定番じゃないのもいます。初回ラインナップって感じです。初回ラインナップですね。で、定番手染め、これなんかどっちが違う。あとピンクじゃん。あと今ここにない色がある。はい、全部揃ってないです。そうですか。これもだっけ？それも定番です。はい。この辺定番ですね。あとない色が1色か2色。茶色ね。3色あります。いつも確かに薄いピンクとか。ピンク2色と、あと茶色がここにあります。いつも染める定番のソリッド。ソリッドといってもセミソリッドなんですけど、ご用意しています。この辺は在庫がなくなったらまた染めるので、基本的にはいつでも手に入るつもりで作っております。つもりっていうのがポイント。まだ頑張る。なかなかいい色を作っております。なので白にその青。これだよね。微妙に青の色が変わっていいですね。なかなかムラがあるのがいいね。いいね。ストライプ素敵です。なのでもともとある色と組み合わせやすい色を考えたっていう。
まあちょっと今だいぶ並んでるのは見切れてるんですけれどもまあ大体この緑とか私たちの緑じゃない。そうですね。好きですよね。ね、こう鉄板緑。黄色とかね。そうなんです。それでもね、やっぱね、こう傾向的なピンクね、ここは外せないんじゃないかな。そう、なんかこういう感じでやると可愛いかなと思ってこのピンクを入れたかったんですけど、やっぱね、こういうのがないとですね、面白くないっていうか、パッとしないんですよ、毛糸って。なんでも可愛いですね。もう大概可愛いですよね。今ちょっとここにないんですけど、茶色とかね、シャレた茶色ピンクとかがすごいいい感じになります。オレンジも嬉しいです。これね、可愛いオレンジができて使いやすい色だと思います。こういう感じとか。はい。オレンジの島だって可愛い。だってこれすごい可愛い。それは愛子さんが色選んで。あ、そうなんだ。はい。しゃれてます。はい。で、一応初回ラインナップの手まだ染めここにですか。ねナイル定番色の色があるんですけど、手染めのはい。初回に出るキット用も含めてます。これがこれ。そうですね。はい。ですね。はい。可愛いね。それはちょっとつぶつぶが乗ってる夢カラーやね。これ可愛いよね。可愛いですよね。これでウェアいいかも。しゃれた感じ。まあ可愛いね。ピオンみたいな。可愛い。ホタルビ。しゃれたなつけたね。あ、これもこぼれ好きだ。しゃれてる。ミーロソースしゃれてさすがです。はい。ということで、それはまあちょっといつもあるかどうかはわからない。そうですね。この辺の色はシーズンごとに入れ替わったり、今ちょっとね夏なのでちょっと明るめの色が多いんですけど、おそらく秋とか冬になったらもうちょっと濃い色とか、そうですね。いいですね。それでね出てくるかなっていうはい。ちなみにそこに山染めになってるスワッチ、よかったら見てください。はい。ナーベアンなんで。ありがとうございます。結構頑張りました。結構頑張った。5枚も綺麗に編めてますね。とにかくなぜ手編みの会社なんで、編み心地とか編みやすさに非常にこだわって作っております。これ同じ青ですね。そうですね。ピンクも可愛い。針がないとですね難しいんですよ。手編みの糸っていうのは。なので針腰に髪の毛みたいだけど針腰にまあ毛ですもんね。そうこだわって作っております。なので目が揃うます。はい。あと編んでいて楽だと思います。なんか気持ちがいい。これスワッチ&スタッフ結構みんなもうファン。編みやすい。何か編みたい気持ちでいっぱいです。ということで、いいですしね。ベリさんが気持ちよく編んでおります。そう気持ちよく。すごい段の途中。段の途中ですが。ストライプスタディを可愛い編んでいます。それはどの色ですか？これはこのホタルビですね。とあと薄いグレーでいいですね。編んでいます。はい。ちょっとこれ糸切れがあったっていうやつをもらったので、これだけだとちょっと編めないと思ってグレーも合わせて今編んでいますが、なんか楽しくてそうどんどん編んじゃう。なんか冬に紺のコートとかにこれを巻いたら可愛いかなと思って編んでいます。いいですね。すごいなんか伸びるっていうかいろんなゲージの人がいますね。針とか、あと模様にもよるよね。多分詰めればもっと細かいゲージも出るんですよね。1で編んだゲージがこれとかかな。いやピンクのやつです。違いますね。薄いピンクの方。あ、そうそう、これすごいもん。それが US1 のゲージ。うわ、すごい。何名になった？それが40名作ったんですけど、10センチなかったんですよ。だからちょっとわかんない。中条さんがあんだの？私はああ、だからだ。ちょっと手がきついんです。そうなんです。すごい機械で編んだみたい。ソックニッターなんでね。機械で編んだみたい。すごいわかるかな。黒が
だから見にくいんですけど、それが US6 なんです。あ、でも6でもなんか別にそんなにねスカスカじゃないよね。そうなんですよ。ちゃんとなんだろう、編み地と多して分これぐらいが普通。そうだと思います。これ緑が普通。これぐらいが普通かも。US4 でこれが出るのか。なのでおそらくやっぱり引っ張れるから読んで編んでもそんなにスカスカにならないんだよね。いい感じ。この辺が普通かな。詰まってるけど3、4ぐらいで編んで、おそらく普通のゲージ。私はちょっと手が緩めなんですけど、23、4なんか一般のフィンガリングのゲージだったんです。だからまあそれは針打って書いていただければなんとでも。ゴム編みもなんかすごい綺麗に編みました。水に通すとふわって膨らむので、ゲージできれば水通ししてからゲージ取っていただいた方がいいと思います。結構変わる。そうなんです。水通しして乾かしてゲージ取っていただく。模様編みがすごく綺麗に出てますね。素晴らしい。すごいよね。またみんな編むのがうまいよね。そうですね。繊細な毛。そう。編み物の会社員って感じだよね。みんなのスキルがすごい際立っております。とっても綺麗に編んでおります。よかったです。はい。これをスワッチお店に置いておきますので、まず最初は東京店から全部まとめて東京店に行くので、はい。それで見ていただければと。ね、このピンクも可愛い。はい。よかった。はい。よかったです。はい。お二人身につけていただいているのが最初の一番最初に出す予定のキットです。そうですね。はい。ミリさん暑い中ありがとうございます。これはキットマンのダマスク。はい。懐かしのダマスク。私がいつかもう一回編みたいと思っている。私はいつか編みたいとまだ編んだことがなくて。みんなで言ってるよね。今度こそ編みたい。ね、ダマスクカルとかしたいね。したいですね。そしたら絶対編む。っていうか今知ってますか、レースカルやってるって。確かに。今編んだらいいじゃん。ぜひ皆さんレースカでもルでこれも編んでるしね。これレースじゃなかった。これレースじゃないんだよね。それレースじゃないですね。残念。糸もねスイングですしね。そうなんだよね。これねすごい楽しいんですけど、とにかく最初の一段がきつい。長いね。作り目。そう、作り目していきなり2目一度掛け目を最後までやらないといけない。それはあれですね。編みやすい糸でぜひ。そうですね。大変おすすめ。なのでレース糸だと結構ちっちゃくなっちゃうので、フィンガリングで編むのがおすすめなんですけど、この糸いいと思う。でもまあなんかとっても楽しかった記憶があってまた見たいな可愛いです。思ってるんです。とにかく軽いね。そう本当に軽い。なんかつけてるの忘れるぐらい。忘れてたのは。忘れてはなかった。忘れてはなかった。暑かったからでも忘れるぐらい軽い。持ち歩きにとっても便利。サンプルが届いた時にわ軽いって思いました。本当。軽いです。私はちょっと名前は知らないけど。なんだろう。フライデーティー。フライデーティー。だったと思います。可愛いよね、すごい。可愛いです。思ったより暑いですけど。そうですね。ちょっとね夏なんで爽やかな感じで作ってはみたんですが、ちょっと暖かいセーターなので。暖かいセーターでした。よかったらシャツの上に着たり。そうですね。あとはちょっと袖を伸ばして。適宜袖を伸ばしていただいて。適宜袖を伸ばしていただければと思います。はい。でもこの辺とかの作りがいい感じになってて、ここってすごいカメラに喋ってるけど、ラグランドラインがすごいなんか太くてここが太いですね。はい。もうたくさん太いです。はい。っていうことでした。はい。メリさん、とっこさんが編みたいパターンとか色とかありますか？パターンがさ難しいですよね。あんまり考えてはないんですけど。私今これも楽しく編んでるんですけど、なんせ前からこの色が欲しかったのでこれ使ってこれと茶色とベージュとかなんかそういうこのピンクがいいんだ。これを使ってこれと何かで編みたいかな。私ね
私別に今のとこ何でも大丈夫。すぐ黄色にするじゃん私。ちなみにパターンが難しいんですよねってさっきおっしゃってたのは、単にチョイスがたくさんあるからってことですか？そう、今フィンガリングのものをデザインするっていう予定にないから、ちょっと考えてなかったんです。要はフィンガリングのものだったら大体何でもいいんじゃない？いいもんね。ダマスク編むとしたらやっぱりまた黄色かな。また2回目なんです。1回目も黄色で編んだんだよね。あ、そうだった？黄色だった？なんせ元のサンプルが黄色で、それがすごい可愛いから、もうとにかく黄色で編みたい。あの時あんな黄色なかったの方がサンプルに近い。あ、そうだね。あ、そっち？こういう系だよね。そういう系です。私はこういう黄色で編んだんだけど、人にあげてしまったので。じゃあ考えるね。なんかこのしましまがだいぶ可愛いからね。このしまをピンクにしてみるとか、の黄色にしようかなみたいな。どうする？多分こういうのでしまにしても可愛いよ。ね、チラチラ。茶色とか。ああ、しゃれてんね。しゃれてる。なんか茶色のをベースにして島にするとすごいおしゃれ感出るんですよ。この茶色とこの水色系のいいかもしれないです。はい。ちょっと茶色だけ染めにちょっと時間がかか茶って色ね、難しかったんですよ。難しかったんですよ。洒落た茶色を作るのに時間がかかっています。なのでちょっともしかしたら発売日に並ばないかもしれないんですけど、でももう染め上がってる。はい、入っていきますので。はい。でもいい感じのね、こっくりしたそうなんです。茶色ができたんですけど。はい。最近私ストライプのものを着てないんですけど、セーターだけでなく、ストライプちょっといいなと思って。それ今とてもよくお似合いで、暑いでしょうけど。はい。ストライプのセーター見たいなって気持ちになってます。はい。はい。じゃあそんな感じですね。はい。じゃあ。はい。なんか締めの言葉。そうですね。そうだった。チャンネル登録もいいけど、ぜひ一度お試しいただければ。はい。なんか一回ちょっと編んでみ、パレードも最近パレードカラーをやったら初めて編んでくださった方がすごく多くて、皆さんもう一回パレードを買われる方が非常に多いようなんですけど、これも多分一回編んだらすごい気に入ってもらえるような糸だと思うので、まず編み心地から、そう手編みは編み心地からなので、その編むだけで癒される感じの、ぜひ一度編んでいただければと思います。はい。では発売お楽しみになさってください。よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。はい、コメントもお願いします。